こんにちは。モンテッソーリ子育てチャンネルの神成美希です。こちらのチャンネルでは家庭でできるモンテッソーリ教育やモンテッソーリ流子育てアドバイスなどを情報発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。第6回秩序の敏感期の中でも所有にこだわるについてお話しします。所有についてお話しする中で、やはり一番お母さんたちからご意見いただくのは、子供が他の子におもちゃを貸せないという悩みをよくお寄せいただきます。それについて詳しく解説し、どのような対処法を取ったらいいかお伝えしていきますので、どうぞご覧ください。だいたい1歳から2歳頃は体を全体を思うように動かせるようになったり、特に0歳児だとハイハイ歩く、そういうことができるようになって、次は探索活動でいろんなものを取ったりいろんなものを触ったりするようになってきます。でその 1,2 歳の頃、体が全体的に動かせるようになってきた時に、自分でできるっていうことを見つけ始めます。子供は自分でできたをたくさん体験する時期でもあります。だからこそ自分のことで精一杯で、周りのことは全く見えません。でその頃どういうふうになっているかというと、地球は自分中心に回っています。ですので一人遊びを満喫しているところに貸してなんて言われても絶対にダメというのは仕方がないのです。じゃあおもちゃでダメ、貸してあげないって言った時、大人はどういうふうにしたらいいか、その対処法についてお話しします。まずは子供に決めてもらう。どれだったら貸してあげられる？3つのうちどれか貸してあげようかっていうふうに子供に選択するような言葉がけをします。そしてもう一つ、そのダメと言われてしまったお子さんに対して、ごめんね、今使ってるから待っていてねって、次会えたら必ず声かけるからねと相手の子にお伝えする。そして区切りがつきやすい言葉分けをする。よくブランコなんかでも見かけますけども、あと10数えたら次のこと変わってあげようねとか、時計が読めるお子さんだったら時計の針がてっぺんに行ったらねとか、1になったら2になったらとか言ってあげると、区切りがつきやすくて次の子にバトンタッチできるっていう風な対処法があります。だいたい先ほど1歳から2歳とお伝えしましたけれども、3歳ぐらいになるとイヤイヤ期がもう過ぎてなくなる頃です。その頃になると周りのお友達のことを少し気を配れるようになってきます。貸してどうぞというやり取りができるのはやはり3歳過ぎてからと思っていただいていいと思います。ですので1歳や2歳の時に自分のお子さんが持っているおもちゃを、はい、もういいわよね、貸してあげる、どうぞっていう風にやらないで、その自分で貸してどうぞのやり取りができるまでしっかり待ってあげてください。でうちの子はわがまま困ったって思わなくても、大きくなればちゃんと自分のものとお友達とか兄弟のものが理解できるようになりますので、その時期をお母さんたちはもう焦って待てませんので、待ってあげるっていうのをとても大事にしてあげてほしいなと思います。でこれまでにですね、困った子だは否定的な言葉を子供にかけないように注意してほしいです。ですので親の心構えとして、おもちゃは譲れなくて当たり前、一人遊びが楽しすぎて周りが全く見えない、独り占めの経験も成長の一部、この3つを心構えとして持っていただければなと思います。はい、それでは所有にこだわるを活用していきましょう。ではこちらの写真2枚ありますけれども、こちらの2枚をご覧ください。手前は洗濯板で洗濯を自分でしています。自分のものは自分で洗濯という意識を持っているからです。でそれをちゃんと絞って洗濯ばさみで自分で干すという一連の流れを所有にこだわるを使ってやっているところです。でこちらの動画をご覧ください。これは洗濯を自分でしているところです。この洗濯板は
高知県の、土佐流というところの洗濯板でちょうど子供のサイズに合わせて作って、子供用ではないんですけれども、子供のサイズにちょうどぴったりでしっかりしたものなので、それを使っています。で、下は普通にたらい桶。洗濯をする時に、うちではお風呂場でしていますので、お風呂場の高さがちょっと足りなかったので、下に台を置いて、その上にたらいを置いてやっています。で、結構子供でも綺麗に洗えますし、夏なんかだと外で水道があるお家は外でお洗濯してもいいと思いますけれども、お洗濯って子供水遊びの一環のようにしてとても楽しくやりますので、一度教えてあげるとすぐに覚えて自分でやるようになると思いますので、お母さんも楽になりますし、子供も楽しめるということで、両方いいんじゃないかなと思います。所有にこだわるの活用法2です。ではこちらの写真を3枚ご覧ください。こちらで何かお気づきになることはあるかと思います。青と黄色で、我が家では弟が黄色、お兄ちゃんが青というふうに自分のパーソナルカラーを決めています。で、そうしておくと自分がどのものを使っているかというのが分かります。青はお兄ちゃんなので、お兄ちゃんは必ず青を使いますし、どのものに対しても青とか黄色を使ってます。お箸もうちでは青はお兄ちゃん、黄色は弟っていうふうにしているので、子供もこの色を見れば自分のじゃないな、自分のだなっていうふうに分かりやすくなっています。真ん中の、ノートを入れるカゴっていうふうにありますけれども、こちらはノートとか、あとちょっとした折り紙を入れたりとか、結構子供って自分が作ったものを捨てたがらなかったりして置き場に困る場合があると思うんですけれども、その場合の一時置きみたいな形で自分のものを自分の場所に入れるっていう場所を作っておいてあげると、お部屋がすっきりきれいに片付きます。で、靴を置く場所ももう投げ出してぐちゃぐちゃになりがちですけれども、自分の置く場所をきちんと分かっておけるようにしておくと、玄関で靴がぐちゃぐちゃにならないので、これもおすすめの活用法です。所有にこだわるの活用法3です。こちらの動画をご覧ください。これお父さんのいいんじゃないかな。はいこれもいいんじゃないかな。はいこれ誰？お母さんだ。これもか。これはいいじゃん。こちらは家族の洗濯物をカゴに分けてもらっている様子です。で、先ほどもお伝えしましたけれども、黄色は弟、青はお兄ちゃんというふうにしてますので、自分の洗濯物をカゴに、大きなカゴにひとまとめにしているものをそこから一つずつ出してカゴに分けているところです。で、そういうのをしていると子供も楽しんでお手伝いができるようで、黄色これ誰だよねとか言いながらこうやって分けてくれて、大人も分けてもらったものを畳むだけなので、洗濯物しまう時も楽ですし、とってもいいお手伝いです。今日は秩序の敏感期の所有についてお伝えしました。ポイントは1、子供がトラブルなどあった時には子供に決定権を与える。どれだったら貸してあげられる、3つのうちどれだったらいいなど子供に決めてもらう。2、親の心構えとして子供はすぐには貸せない、成長すればいつかはできるようになるということで、気長に見守るということです。次回は秩序の敏感期の場所にこだわるについてお伝えします。特にお母さんたちから困っていると言われていますおもちゃの片付けについて、モンテッソーリ流にお伝えできたらなと思っております。動画が少しでも参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも読ませていただきますので、質問などありましたらどしどしお寄せください。それでは次回の動画もお楽しみにしてください。ありがとうございました。